ちは、MD ジャックです。先日、夜にもかかわらず、セミの声がうるさくて、音質比較動画の音収録を中断しました。夏ならではのハプニングです。皆様こんにちは、あいです。暑い日が続いていますが、体調を崩していませんか？あまり無理しないようにしましょうね。注文していた KZZAS が輸送途中でロストしたとのことで、再送となり、約1ヶ月かかって先日ようやく届きました。約1年前に登場した ZAX は非常に注目されたモデルでしたから、後継モデルの ZAS は何が違うんだという疑問をお持ちの方は多いと思います。ということで、ZAX との比較を交えながら、ZAS のレビューを進めていきます。ZAS の第一印象ってどうだったんですか？箱出し直後、30秒ぐらい聞いてみた時点で、ZAS は当たりだなと感じたので、とりあえずホッとしたよ。そうなんですか。なんかそれ聞いただけで愛も買いたくなってきましたよ。まあそれは自由だけど、この動画を最後まで見てから決めてもいいんじゃないの？確かにそうですね。ではお願いします。はい。外観は ZAX とは大きく異なり、耳に当たる側は ZAX よりも ZSX に似たエルゴノミックデザインです。フェイスプレートはエッジが金属、中心部が樹脂のハイブリッドで高級感を演出しているようですね。ノズル径も ZAX より細くなっていて DQ6、ASX、ASF、AST なんかもこのタイプです。エルゴノミックデザインの装着感はどうなんでしょうか？ミミィちゃんに聞いてみましょう。ミミィちゃん、どう？はい、始めるよ。本体の厚みはエルゴノミックデザインの凹凸部分を差し引くとそんなに変わらなくて、長さも ZAX よりちょっと長い程度という感じね。重さも片耳 5.3g で気にならないよ。装着感で気になったところは特になくて、内側の形状が合えばフィット感はバッチリだよ。あと、ノズル径が 4mm で細めなので、イヤピの交換はそのままだとグカグカになっちゃうものがあるので、ちょっと気をつけてね。はい、ミミィちゃん、ありがとう。愛も後で試してみるね。では、音質比較動画でレオトを確認してみましょう。ケーブルは KB イヤー16コア純銅ケーブルを使用し、リアピは瀬戸内ヤーフィットクリスタルを使用しています。波形を表示する前にちょっとこれを見てください。ZAS と ZAX のドライバーの配置です。どちらもダイナミックドライバーを囲むように BA ドライバーが配置されていますが、ZAS は2機1ペアの BA ドライバーが3セットと、広域用が1機で7機の BA がある割に、構成は案外シンプルなことと、ノズル部に BA が配置されていません。全体像はこんな感じです。ノズル部に BA がある場合と、シェル側に少し引っ込んで配置される場合では、広域用 BA の鼓膜までの距離が 7mm ぐらいは変わり、広域の刺さりの抑制、そして広域全体の質感に影響を与えると思います。もちろん、配置場所によってレベル調整はされているでしょうから、一概に近い、同意が刺さりに直接関係していると言い切れませんが、ZAS の音質の傾向を語る上では重要なポイントになりそうだと私は思います。波形はこんな感じです。ポイントは3つぐらいですかね。
まず低域は ZAX でも十分出ていますが ZAS はそれを若干上回るような出方です。他の帯域との絡みもありますが ZAS の低域は重く印象に残ります。500から 2kHz ぐらいまでは ZAS の方がピークへの立ち上がりが早く 200Hz ぐらい前にピークが来ています。この違いを EQ をオーバーなセッティングにして 1.8kHz と 2kHz をピークにして女性ジャズボーカルの曲を聴き比べてみました。 200Hz ぐらいだとはっきりした違いは感じられませんでしたが、そのピークを 3kHz にした時の方がボーカルがすっきりして聞こえました。なので傾向としては ZAX の方がこのポイントでは 200Hz 分ボーカルに有利と言えそうな気もします。最近だとムーンドロップ SSP が 3kHz 付近をピークとしたカーブで聞き心地が良かった記憶があります。でも一つの帯域だけで判断できないのが音質なので軽く聞き流していただければ。 3kHz 以上の広域は全体的に ZAX の方がレベルが出ていますね。これはイヤピガファイナル E タイプの場合ですが、音質比較動画に使用したセドナイヤーフィットクリスタルだとこうなります。 8kHz 付近のピークはほぼ同じになっていますが、そこへ至るまでのレベルはここでも ZAX の方が出ていますので、この比較では ZAX はやや重心が高めで広域より ZAS はやや低域よりということになります。ZAX は音質が明るめで音上もかなり広く感じますが ZAS は音質がやや落ち着いた傾向のため ZAX ほどの広がりは感じません。その代わり奥行きを感じます。それと3から 6kHz の出方が控えめなことが全体をすっきりさせているように思います。分離は ZAX は言うまでもなく申し分ない分離感を持っていると思います。対して ZAS は少しまとまった印象です。でも旅 A ですからダイナミックドライバーのようなまとまり方ではなくしっかり分離しています。あくまで ZAX と比較した場合に少しまとまったという表現になります。サウンド全体の印象は ZAX に比べ ZAS は低域がどっしりしている割に広域の不足感も刺さりもなく少し落ち着いた雰囲気の中に透き通るようなクリアさを併せ持つようなイメージです。ZAX ほどの派手さはありませんがそれがかなりいい味出している感じなのです。AZ09 で無線化した場合はイヤピを2種類で測定してみましたがいずれも広域寄りの聞こえ方に変化しやや派手な傾向になります。また感度が 109dB と高めなのでホワイトノイズが少し気になりました。ZAX の後継ともいえる ZAS は上記の通りで ZAX に比べ少し落ち着いた感じに聞こえました。今 ZAX をお持ちで ZAX より刺激のある派手系な音が欲しい方は ZAS は抜かないでしょう。しかし ZAX は綺麗だけどちょっと音が薄いかなと感じている場合やもう少し落ち着いた感じが欲しい場合 ZAS は最適ではないかと思いますよ。 KZ のハイブリッドらしさがありつつ KZ らしくない新たな顔も併せ持ち絶妙なバランスの良さで今年聞いたモデルの中でかなり上位に食い込む満足度です。以前レビューした CCZ プルームに音質的に似ている部分が多いのですがプルームは価格が2万超えですからね。 ZAS は6000円台ですから KZ をコレクションされている方にもこれから中華イヤホンを購入しようとされている方にも問答無用でおすすめのモデルです。愛ちゃんは決まったかな？買いますよ。だって問答無用でおすすめなんでしょ。それにおすすめされなくてもかなり気に入っちゃいましたから。そっかそっか、それは良かった。ということで KZ、ZAS のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。